塩水だよね。エネオスか飲み物。今日はですね4月24日ですね、雨の陸前高田市に来ました。テレビで見てた映像なんですけど、本当に街全体がですね一つなくなってしまってます。わずかに残ったビルがいくつかあるんですけど、周りは本当に瓦礫だらけです。今回の本当に津波の凄さが痛感できます。僕自身がですねやっぱりアフガニスタン、イラクもそうですけど、テレビで見てた映像と自分が実際にそこに現地で見た映像、これほど違うのか、本当に今回の地震がですねいかに甚大な被害を及ぼしたかっていうのが分かる、そんなこの後ろです。
ここは何世帯で何人これ今いらっしゃる？43世帯で、98人ですね。98。はい今で若干、増えたり減ったり家族バラバラになってたのが、はい、これからお父さんが来るとか、はいはい、子供たち来るとか、なるほど。あるいは逆に仮説が当たって出るとかっていうことで若干ずれる可能性はあるんですが、大体このテントの100人弱ぐらいの100人規模で維持したいなと思っていました。これ以上人数的には増やしたくないし、あるいはやっぱり市の施設唯一の施設になってますので。そうですか。スポーツ施設が、はいはい、この広さ確保してるのがここだけなので、一番最後まで残されちゃうのかなということはありますけどね。はい、今なんか物資とかそこそこ足りてる感じなんですかね。落ち着いて、とりあえず落ち着いてやらせてもらってます。ありがとうございます。なんかここでのなんか問題点とかございますか今？現在はこのドームの施設なので、はい、今お願いして、多分なると思うんですが、冬寒く夏暑いという、特徴があるので、冷蔵庫とかなんかは今お願いしてました。なるほど。はい、何もない施設なもんですから、あとはこの後から考えると、今は今ここはたまたま布団とかそういうので、はい、寝起きさせてもらってるんですが、この仮設に入るときにやっぱり実際は他の施設なんかも多分そうだと思うんですが、毛布とかなんかで寝られてる方たちがいると思うんですね。仮設に入っていると、じゃあ実際に布団はっていうことになると、なるほど、布団がない。あるいは民家にですね避難している人たち、今までは民家のお布団を借りてたわけです、はい、でその人たちが自力だったり、あるいは仮設だったりに入るときに、そこの民家からもらっていくわけにいかないので、そうですね、だから実際には私的には布団が足りないんじゃないかなっていう。でも今これだけ支援とかが集まる中でお布団がって言ったら集まりそうですよね。多分そう思うんですけど、多分意外と盲点だと思うんですよね。多分避難者の人たちから布団というか寝るのは大丈夫です、それから衣類はどうですかって大丈夫ですって言うんだと思うんですが、じゃあ実際に仮設当たったりなんかしたときに最終的に必要なんじゃないかなっていうことですね。で今私ところの必要なのは、全然ないのがシーツがないんですね。シーツ、はい。結局布団は敷いてるけども、そのシーツっていうのはやっぱり盲点ですね、これ。なるほど。それからやっぱりさっき言ったように仮設に行った時もやっぱりシーツなんかも必要になってくるでしょう。だから案外物資の中にシーツっていうのはなかなかない。なるほど。これはあれですか、もし例えばそういうこれ情報をいただいて、そういうシーツとかお布団っていうのはこちらに直接送らせていただいたらいいですかね。それでも構いませんし、最終的には我々だけじゃなくて、その仮設に入った時の人たちがやっぱり最初の段階では来たんでしょうけども、じゃあ改めて仮設に入る時になるほどということと、その民家からじゃあ布団ももらっていくのかとかいうことがやっぱり盲点になってる。やっぱ当面食べるものとか、なんかその中でなんかちょっと盲点になってるところですかね。これからのところで必要だと。なるほど。というふうに思いますね。ありがとうございます。なんか多分我々の仲間でも支援したい人ってたくさんいると思いますんで、なかなか何が必要かっていうのが伝わってこなかった状態があったんで。東北の人たちって結構やっぱり遠慮深いところがあるんで。もうこれだけでも満足なるほどしてるところが実際にはあるんです。ここまでしてくれて、あるいは自分たちが反対の立場の時ここまでできるんだろうかっていう思いが結構心の中でですね、やっぱり思ってるところがあるんですね。だから今後のところではそういうのが盲点になってくるんじゃないかな。ありがとうございます。伝えさせていただきます。はい、ありがとうございます。
陸前高田に帰ってきました。今僕がいるところがですね、昔たくさんの家が立ち並んでて、さっき地元の漁師さんに聞いたんですけど、YouTube の動画見てもらって、この多分後ろにある建物、あれが米沢商会って言って、僕はその、陸前高田のこのなんですかね、被災地に降り立って、撮影したあたりが多分僕の後ろ側じゃないかっていうふうに、地元の漁師さんが教えてくれたんですけど、この辺りがですね、この山側からずっと奥の漁港までの間がですね、ほぼ壊滅状態でほとんどの家がなくなっていたのを見たのが12年前です。今ですね、その、道の駅記念館ができて、奇跡の一本松もこの保存されて、この辺りがこのジオパークみたいな感じでですね、保存されてかなりきれいに整備されています。今後ろにあるのがですね、個人の、建物で唯一残された米沢商会さんですけど、今回お邪魔した本證寺さんのご住職と同級生の方がやってられたこのお店なんですけど、震災の時やっぱりここも水について、ご主人はですね、この上に登って上の煙突に避難されて、一晩その煙突の上でなんとか、生き延びて、今もこの近くで違うところでやってらっしゃるそうなんですけど、僕はこの震災の後すぐ来て撮影したのは、どうもこの道のあたり、こっから海側を撮影したのが、この僕の動画に映ってるのはこの米沢商会さんらしくて、こっから撮った感じが、震災直後僕が撮った映像のようです。ちょっともうここまで街が変わっちゃってるんで、もう自分がどこで撮ったか分かんなかったんですけど、陸前高田の人が、多分ここだろうっていうふうに教えてくれたのが今僕の後ろここです。今ですね、高田松原海岸に来てます。今日はですね、静かな海ですけど、12年前ですかね、ここを訪れた時にですね、今このかなり12メートルもの防波堤が作られているんですけど、向こう側ですね、町が壊滅状態でした。今僕の後ろもですね、防波堤ありますけど、12メートル、もうこの陸前高田の町をですね、囲うように、高さ12メートルの防波堤がずっと後ろの方まで続いてます。今たまたま漁港でですね、地元の漁師さんにちょっとお話聞いたんですけど、本当にこの12年経ってようやくなんか普通の生活ができるようになったと。でもこうやって、我々もたまに取材に来ますけど、もう我々ももう支援を受ける立場でもないしっていう、その遠くから取材に来てくれてありがとうって言ってもらえるんで、地元の人からするとですね、こうやって大きな津波があったってことを忘れないでいてくれるっていうのはやっぱりちょっとありがたく思われてるみたいです。でもさっきの米沢商会が分かってよかったですわ。米沢商会さんが建物も残ってるし、新しい店作ってそこで営業もされてるので、いろいろなんていうの、津波が来たっていうの印があるのもちょっと僕らとしてはありがたいし、いろいろ説明なんかもしてくれると思いますけど、いろんな取材を受けてるはずだから。確かに。ありがとうございます。よかった。いや本当にこんなに変わってるかってぐらい変わってたんで、もう迷子です。海ね。ありがとうございました。よかったら記念に1枚どうですか。いいですか。記念に。いやまた来た時にあの時来たやつやって思ってもらえるですか。この1枚の写真で。いや。もう一回。ありがとうございます。はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。また。はい。ここは何軒ぐらい漁師さんいらっしゃるんですか。結構多いですか。ですね。この船数さ、あとの県が足さないと。あれも立派なのできましたね。どうもお忙しい中ありがとうございました。どうもありがとうございました。すいません。これですね、僕の車のカーナビなんですけど、この陸前高田市って出てます。ここにマーキングしてあるポイントがあったんですね。これ多分僕がこの津波の後すぐ来た時に
避難所を取材してそこだと思うんですけど、もう近年実はカーナビ使ってなくて、もう携帯ばっかなんですけど、久々にちょっとせっかくデータが残ってたんで、この震災の後街が全部変わってしまって全然わかんないですけど、せっかくデータが残ってたんで、ちょっと多分避難所だと思うんですけど、そこに行ってみたいと思います。 2.9 キロです。今ですね、僕のカーナビたまたまマーキングされているところをですね、国道45号線走ってて見つけたんですけど、まさにですね、被災者の方がですね避難所で、使ってた、高田山ビレッジってとこでした。でこれ今駐車場一番奥に来たんですけど、もうすごい懐かしいって感じなんですけど、ここにですね、2回目取材に来た時かな、仮設住宅も作ってて、この近くにですねこの右側のとこですけど、炊き出しに来たイタリアンレストランの人とか、ここで被災者の方々にもうこの炊き出しでいろんなもの食べてもらってたっていうのはこの裏の広場です。その時もちょっといろいろ問題があって、炊き出しのそのイタリアンの美味しいご飯、建設に来た大工さんは食べられないとか、なんかちょっと問題があって、僕たまたまカメラマンだったんで食べてって言われたんで、僕はその大工さんのとこ持ってって大工さんとお話ししながら食べたり、そんないろんなことがあった懐かしい思い出の場所です。高田山ビレッジの正面に来ました。ここにですね津波の被害に遭った方、被災された方がですね、テントいくつあれぐらいやったかな、このドームの中にですね10、15までなかったかな、避難されてきたそんな場所です。今ですねこのスポーツジムとしていまだに使ってるそうなんですけど、今地元の人が教えてくれたんですけど、今ここもう事務員がいなくて、この10月1日からインボイスが始まって、この支払いがめんどくさいということで、街中の違うところでお金を払って領収書をもらって鍵を借りて、ここでスポーツをしてまた帰ってくるという、インボイスの制度のせいでここにもう事務員さんはいないってことを聞きましたけど、本当に10年ぶり懐かしいところに帰ってこれました。今ですね、高田山ビレッジの正面に来たところなんですけど、僕の向かい側にそのドームっぽい体育館があってですね、ここに被災者の方が住んでたんですけど、多くの被災者の方々実はペット持参だったりしてですね、そのペットは中に入れないということで、ここに、たまたま仲良くなった女の子がいて、その子がシャム猫クーちゃんを飼ってて、もう今でもよく覚えてますけど、僕猫大好きなんで、その猫と話してたらその被災者の女の子がいろんなことを僕に話してくれて、ここでそのクーちゃんっていうシャム猫、もう12年前だからクーちゃんももうね天国かと思うんですけど、まさにこの場所で、中に入れなくて車の中でペットがいたっていうのがもうこの場所です。めっちゃ懐かしいです。ここはですね陸前高田の東日本大震災津波伝承館、これがですね、当時の津波の資料映像なんかとともに見れるんですけど無料です。これはちょっとこれだけのものが無料ってすごいです。一見の価値ありです。陸前高田です。この辺りですね、ずっと街並みがあったんですけど、今公園とか田んぼですかね。震災直後に僕が撮影したのはこの辺りだということを先ほど漁師さんに教わりました。陸前高田はですね、やはり町が壊滅状態になったということもあって、今まで45号線上がってきた中でちょっと一番すごい例ですね。町全体を囲うこの防波堤がですね、高さが12メートルあるそうです。
こは高田松原海水浴場ですね。で、先ほどお話を聞かせてくれた漁師さんがいる港がこちらです。今日はちょっとうねりもなく静かな海ですが、ここのビーチで先ほどの漁師さんの知り合いのサーフィンをするそうです。